皆さんこんにちは。突然ですが今回は病室からお届けしてます。前回の動画でクリチバからリオデジャネイロの夜行バスの旅を紹介したのですが、今回の旅は観光のためではなく、実は夫の手術のために来ました。家族の付き添いが必須だったので、今回は夫婦でリオデジャネイロまで来ることになりました。結婚式の時に誓った健やかな時もやめる時もという誓いの言葉が頭の中で響き渡っています。心配をかけないために先に言っておくと、手術は成功して夫は元気で1週間の入院を経て無事にクリチバに戻ってくることができました。手術ということでもちろんいろんな心配もありましたが、今回は付き添いの私も一緒に病室で入院するっていうなかなか珍しい体験で、ブラジルの入院って一体どんな感じなのかなと半分興味津々な自分がいました。タトゥーがっつりのお医者さんに、学校の休み時間みたいに賑やかな病室の廊下、ユニークな病院食に窓から見えた驚きのもの、最後はまさか自分が患者になるというなんとも情報量の多い入院生活の体験を今回はシェアしたいと思います。このチャンネルでは毎週土曜日に地球の裏側から嫁いできた日本人が見たリアルなブラジルを配信しています。よかったらチャンネル登録していただいて、新しいブラジルを発見してもらえたら嬉しいです。ブラジルライフ。ところで、なぜ手術のためにわざわざ夜行バスで13時間もかけてリオまでと疑問に思いますが、夫の会社指定の病院というのがリオやサンパウロにあるため、今回ははるばるやってきました。というわけでバスターミナルから病院まで移動します。いろんなブラジルの人から事前にリオは危険だからと言われていて、バスを降りた瞬間からリュックを握りしめ、かなり警戒していた自分がいました。確かにバスターミナルを出た瞬間、ドラッグをしてそうな人に絡まれてお金を要求されたりと緊張感のある場面もありましたが、そんな中、私を観光客だと思って街でタクシーを拾ったらいいよと声をかけ助けようとしてくれた親切な人もいました。驚いたのは気候の違いで、私が住むクリチバは標高が高いので1年を通して結構涼しいんですが、リオデジャネイロに着いてバスを降りた瞬間、北海道から沖縄に着いたかのような熱気を感じました。持ってくる服を完全に間違えてしまいました。ブラジルは本当に広大な国で、前回の動画のコメント欄でも何人かの方が言っていたように、大きな大陸の中にいくつもの国が入っている感覚で、場所によっても気候も文化も治安も全然違うようです。小さな島国の中に密集している私たち日本人にはちょっと想像しにくい感覚だと思います。ブラジルはこうって一括りにはなかなかできない国ですね。ブラジルライフ。というわけで無事に病院に到着しました。病院は警備がしっかりしていて、 ID がないと家族でもゲートをくぐることはできないし、病院内は銃を持った人が24時間監視しているのでかなり安全です。病院の中の雰囲気もとても穏やかでした。最初に受付に行ったのですが、まさかの激混みで朝10時に着いて、結局病室に入れたのは夕方の4時でした。夜行バスで寝れてない分かなりきつかったですが、用意してもらったのはまさかの個室。マンションの中、遠くからやってきた私たちのために個室を確保してくれたことが本当に感謝でした。シャワーもトイレもついてるので、普通にホテルのように生活できそうです。看護師さんや清掃スタッフの方たちも皆さん親切で、何か他に必要なことがあったらいつでも言ってねという感じでした。ここでまさかのシャワーのお湯が出ないというハプニングが発生しました。病院に来たのに風邪をひいて帰るというコミカルなことが起きてしまいそうです。1日目は頑張って冷水シャワーを浴び、2日目には早速新しいシャワーヘッドを取り付けてもらったら、水圧がめっちゃいい感じで、もはや家のシャワーよりも快適でした。家のシャワーの水圧が弱いので、ホテルとか宿泊先で強い水圧のシャワーに出会えると毎回やったと思うのは私だけでしょうか。ここからは病院食事情ですが、ありがたかったのが付き添いの私の分まで食事を用意してくれて部屋まで運んでもらえたことで、
本当は付き添いの私はスタッフさんたちが利用する食堂で食べないといけなかったんですけど、外国人の私を考慮してくれて朝昼晩とおやつまで毎回運んできてもらって、なんか私は患者でもないのに本当に申し訳ない気持ちと感謝でいっぱいでした。病院食は飛行機の機内食のように四角いアルミの弁当箱みたいなのに毎回入って運ばれてきます。患者の夫は別のメニューなんですが、初日の私のメニューがお魚で、夫のメニューは美味しそうなチキンで、もしかしたら私はアジア人だから魚が運ばれてきたのかなと思ってしまいました。以前にブラジルの友達に日本人は寿司以外に何食べてるのと聞かれたことがあり、日本人は家でも毎日寿司を食べてると思われてるみたいで笑ってしまったことがありました。ちなみに日本では一般的には寿司は外食する時に食べるもので、私は家で寿司を握って食べたことは人生で一度もありません。日本人もお肉が大好きだよということを一応ここでアピールしておこうと思います。ちなみに魚は初日だけで、その後はビーフもポークもチキンも出てきました。とある日の夕食で出たビーフがめちゃくちゃ美味しくて、多分普通のレストランで出されても5つ星をつけれるレベルでした。実は今回入院の前の日に、明日から入院するからしばらく美味しいお肉が食べれなくなるねと言ってシュラスコをたくさん食べてきたんですけど、全くその心配はいらなかったみたいです。この病院食の体験が私にとってすごくいい体験で、ブラジルで一般的に食べられているものがなんとなく垣間見れたことです。ブラジルに移住して1年、毎日料理してるんですけど、ブラジルの調味料とか味付けをまだ把握できてなくって、日本の調味料もなかなか高くて買えないので、料理のレパートリーがなかなか増やせずに1週間サイクルで同じものを食べていた状態だったんですけど、毎回運ばれてくる病院食からいいヒントをいっぱいもらいました。ブラジルの主食は基本ライスと豆で、これは毎回必ず出てきました。日本から見たらこの豆料理はどう見ても日本の甘いお汁粉にしか見えないと思うんですが、これはスイーツではなくおかずで、ご飯と一緒に食べます。多分日本の小豆も砂糖を入れずに塩だけで炊いたらかなり近い味になると思います。この豆料理はフェージョンと呼ばれて、一般的にはソーセージやベーコンなども一緒に入れて煮込むことが多くて、私もちょっと前までは結構頻繁に作ってたんですけど、加工肉をたくさん食べるのは避けたくて最近は作ってませんでした。でも今回病院で出たのは肉も野菜も入ってないシンプルなもので、別に絶対に肉を入れなくてもいいのかと発見でした。なんか豆に関して面白いことを言ってた人がいて、ブラジル人は毎日豆を食べるからみんなナイスボディなんだって聞いたことがあります。一瞬納得しかけましたが、それを言うと日本人も毎日納豆を食べてる人たくさんいるけどなって思いますよね。あと料理に関して各国の違いを言うと、日本って結構調味料とかソースとかをたくさん使いがちというか、私も料理をするときなんかいろいろ入れないといけないっていう勝手な思い込みがあったんですけど、ブラジルの味付けは塩、胡椒、ガーリックのようなシンプルな味付けが多いように感じます。シュラスコのお店に行っても塩コショウでの味付けがほとんどで、ソースにつけて食べるとかはあまり見たことがないし、ハンバーガーも塩コショウの味付けが多い印象です。デザートに出てくるゼリーは昔お母さんがよく作ってくれたゼリーの味がしてとても懐かしかったです。面白かったのが、毎朝時にはおやつの時間とか夜にもコーヒーが出てくることで、私は日本でも入院したことがあんまりないので病院事情がよくわからないんですけど、病院食でコーヒーが出るイメージがあんまりありません。ブラジルの人にとったらコーヒーは本当に日本のお茶のような感覚なんだなと実感しました。毎回食事を運んでくれた女性がとても親切な人で、コーヒーにミルクは入れると聞いてくれたり、おやつも本来は私の分はないはずなのにおまけで持ってきてくれたりと、ここはカフェかと錯覚しそうでした。ブラジルライフ。ベランダで朝のコーヒーを飲んでたら、旦那があれ見てごらんと言うから、虫でも出たのかなと思ったらとんでもないものを見てしまいました。この画面の中に見えるものわかるでしょうか。
そう、昔学校の教科書でも見た誰もが知ってるブラジルの象徴、キリスト像です。リオに来てから今自分がどの辺にいるのか地理的なことは全く分かってなかったので、まさかこんなところから見えるなんて想像もしてなくて、かなりびっくりしました。ブラジルに来たからにはいつかは見てみたいなと思っていましたが、まさか今日見れるなんてまだ心の準備ができていませんでした。夜はこんな感じでピンクにライトアップされてました。今回はせっかくリオンまで来たのに観光の時間がゼロで、目の前に世界遺産があるのにうずうずしてしまいました。他にもおすすめのスポットなど教えてくれた人もいたので、次回改めてゆっくり来たいと思います。キリスト像で思い出したんですけど、改めてここはキリスト教の国なんだなって思わされたエピソードがいくつかあって、まずは病室でテレビを見てた時のことで、普段あんまり家ではテレビ見ないんですけど、たまたま病室でつけてたテレビがエンタメ系の番組で、急にそこから教会で歌うような賛美が聞こえてきて、一瞬みんなが礼拝モードみたいになってました。しかも別に NHK みたいな教育系の番組でもなくて、日本でいう東京フレンドパーク的な番組で、さっきまで冗談言いながら笑ってたのに、いきなり始まった礼拝にびっくりしました。日本ではまず見れない光景ですよね。あとはお医者さんとか看護師さんにもクリスチャンの方たちが多くて、病室に訪ねてきた時にお祈りしてくれたり、退院する時も神様感謝しますって言って一緒に喜んでくれたり、なんか心温まるいい感じだなと思いました。しかも病院の敷地内には教会もあって、週に3回ミサが行われています。病院内に教会があるのはブラジルでは一般的なんでしょうか。ブラジルライフ。普段から暇人な専業主婦の私が病院では料理も洗濯もできないわけで、さらに拍車がかかって暇になってしまいました。病室ですることが何もないんで、今回の滞在中めちゃくちゃブラジルのテレビを見ていて、面白い番組がたくさんありました。そして気づいたんですが、クイズ番組系はめちゃくちゃポルトガル語の勉強になるなっていうことです。いつも基本日本の YouTube のニュースを家で流してるんですけど、これからはもっとブラジルのテレビを流していこうって思いました。あともう一つテレビ事情で面白いのが、ブラジルのニュース番組では暗いニュースばかりで落ち込んだ気分を上げるために、最後にサッカーのハイライトを流すことが多いらしいです。私はこのアイデアは単純にいいなと思いましたが、ブラジルの中には政府はサッカーで社会的な問題から国民の目をそらそうとしてるみたいに捉える人もいるそうで、なんか複雑な問題だなと思いました。ブラジルライフ。知らない土地なので一人で病院の外に出るのも不安で、唯一の外出は院内の自動販売機へ行くことでした。このチョコレートのお菓子めっちゃ美味しいですよね。この焼きそばソースみたいなパッケージのドリンクも癖になる味でハマりました。こういう時こそどこでもできる YouTube をやっていてよかったなと思います。前回の動画は病室のベッドで作っていました。廊下から賑やかな職員さんたちの声が聞こえてきます。日本の病院と大きな違いの一つはこの声のボリューム感かもしれません。でも病院ってただでさえ緊張するところなので、これぐらい賑やかにしてくれていた方が私は心が和みます。あとはタトゥーの入ったお医者さんとか看護師さんも日本人にとっては新鮮です。日本では未だにヤクザのイメージが根強く残っているのが現状で、もし外から見える場所にタトゥーが入っていたら就職が難しくなったり、ビーチとか公共浴場でも規制がかかることが多いです。でも日本でも100年後ぐらいには病院でタトゥーの入ったお医者さんを見る日が来るかもしれませんね。スタッフさんたちだけではなくお庭も賑やかです。ブラジルライフ。これは私がブラジルの大好きなところの一つで、
どこへ行ってもユニークで綺麗な花やフルーツの木が見られることです。お庭を散歩しているとまさかの出来事が。木から突然なんかのフルーツが落ちてきました。拾って旦那さんに見せると、普段穏やかな旦那さんが大興奮でカジャと叫んでいました。実はこのフルーツ、旦那が数ヶ月前ぐらいからずっと食べたいって言っていたブラジルのフルーツで、私たちの住むクリチバでは普通のスーパーではなかなか見つけることができなくて、私の中ではもはや幻のフルーツになっていました。これはまさしく天からの贈り物という感じで、2人で大喜びで病室でその後早速食べました。食感は日本の柿みたいな感じですが、香りがとても良くてずっと嗅いでいたいい香りでした。そんな感じで退屈な病院生活に光が差したかのように喜んでたんですけど、どうやらお庭の散歩中に何かに噛まれたみたいで、次の日私の腕がパンパンに腫れてしまい、救急外来へ行きました。旦那は手術を受けて回復してきたと思っていたら、次は自分が患者になってしまいました。以前にも噛まれたボハシドっていうブヨみたいな虫だと思うんですけど、今まで以上に腫れて手がカチカチになってしまいました。現地の人は刺されてもそんなにダメージがないみたいなのですが、外国人の私は免疫がないのか、なぜかいつもこうなってしまいます。そんな感じでいろいろありましたが、病院でのお医者さん、スタッフさんたちはみんな親切で、事前の説明や対応もとても丁寧で、何より旦那さんのことをとても大切に扱ってくれたのが嬉しかったです。知らなかったブラジルがまた一つ知れてよかったです。ブラジルライフ。帰りの夜行バスはグレードアップして憧れのフルフラットのシートで帰りました。かなりラグジュアリーな感じで、シートでバッチリ寝転べて足が全然疲れませんでした。ブランケットもふかふかで、お水も取り放題で最高でした。そしてもちろん帰りもグラールを満喫しました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。